このお部屋のポイントはこのカーテンのこのマスタード色なんですよ。ここ閉めても完全に遮断されてなくって、すごくこう柔らかい日差しと、それとお庭の景色も少し見えて、こんにちは。こんにちは。お願いします。今日はね、はい、ブランドジュリエで、はい、賜っていますオーダーカーテンについてちょっとお話ししたいなと思います。はい、でね、カーテンって、お店に来てくださるお客様にお伺いすると、やっぱり、お家を建てるとか改装されたタイミングでね、これだったら無難かなみたいな感じで決められてる方が多いんですよ。それですごくね後悔されてる方が多いので、それがきっかけでね、やっぱり日本にはない素材でこう本当にインテリアを引き立たせる、そういう面積広いですしね。そうですね、ものすごいお部屋変わるんですよ。でそれで生地を輸入して、でその方に合ったそのお部屋に合ったカーテンをね作らせていただくっていうのは本当にね、そうですね、お店オープンして数年経った頃から少しずつ、やり始めました。最初はねそのお客様のように、パリ行った時に生地買ってきて、その方用にね、もうそう、インディビジュアルに本当してたんですよ。でもやっぱりそれで少しねこうカーテンを下げてると、これからこのカーテンつけたいからこんなお部屋にしようっていうような形でね、おっしゃってくださる方もいて、でいかに重要かなっていうのを実感してるのでね、それ今まで、ルームツアーで行かせていただいたお宅で、オーダーカーテンもいくつかつけさせていただいているのでね、見ていただきながら説明したいなと思います。こちらのお宅はサロンなんですね。これで綺麗なお庭が見えてるんですけれども、中庭になっていて、でこの向こう側に見えてるのがご本宅になります。ですごくね素敵にされてて、そのサロンでいろんなお稽古をされてるんですけれども、この反対側の窓にはこのブルーのベアトリスさんのをつけてます。すごくね柔らかい日差しの入るところなので、お庭がもう完全にこう遮断される、夜でもね遮断されてしまうのは嫌だということで、あえてこれ裏生地をつけずに、このポリーヌという人気の生地なんですけどね、マスタードのドットの生地で裏なしで作らせていただきました。なのでこう閉めても完全に遮断されてなくって、すごくこう柔らかい日差しと、それとお庭の景色も少し見えていい感じのカーテンになりました。ここはもう本当フレンチの雰囲気のすごくお好きな方で、素敵なお家になりました。このお家はね、一戸建てなんですけども、この腰窓がたくさんあって、それでリビングの一部が吹き抜けになってるお家だったんですよ。でその吹き抜けの上からずっと大きなカーテンが下がっていたのを全面に取っ替えさせていただいて、でこの薄い、ブルーグレーのねレースをつけさせていただきました。これはねベアトリスさんの既製品をねもういろいろお直しして駆使してめちゃくちゃ頭ぐるぐる回転させながらお直しして作らせていただきました。でもものすごい素敵になりました。このレース越しの柔らかいブルーの光がお部屋に満ちてめちゃくちゃ綺麗です。ここはね、パリのサンジェルマンっていうロックっていうねところにある、布地メーカーの、ショールームがたくさん固まっている場所があるんですね。そこで年に1回展示会が開かれるんです。展示会っていうと会場みたいな感じなんですけど、そうじゃなくてこのショールームがもう開放されていて、誰でも自由に入って見れるっていう風な感じの、展示会になってるんですね。この道の上について
てるこのバルーンみたいなのがあるでしょ。あれがこうガイドになってて、この通りを歩きなさいよみたいな感じになってるんですけど、先ほどのポリーヌ、マスタード色のね綺麗な色だったんですけど、生地もそうですし、先ほどのブルーグレーのレース、あれもエクイポダートというスペインの生地なんですけどね、そちらもこの展示会で見つけました。そしてこういう風にハンガーで取り寄せて、でこの、ショップでこちらを見ていただきながら、お客様とその、カーテンの、デザインをさせていただいたりしています。でまあね、本当に予算もどれぐらいかかるんだろうとか、それからどれぐらいの時間で出来上がるんだろうとか、わからないことだらけだと思うんですけど、それはね、もうお客様お一人お一人に寄り添って、ご予算に合わせて一番そのお部屋にが素敵になるようなカーテンを提案させていただいています。もうね、見てるだけで出来上がりを想像してウキウキします。はい、こちらのお宅は白のベロワのベアトリスさんの、ドレープカーテンです。でレースはダークグレーです。一番濃いグレーの、レースなんですね。もう本当にお店で見ると、こんなのつけてお家の中暗くならないかしらって思われるようなお色なんですけど、もともとすごくフレンチな少しこうカジュアルな雰囲気のフレンチシックのお家だったので、あえてねこのかっこよさを取り入れたいなと思って、はい、ご提案させていただきました。ここはね、ダークグリーンのベロアと、それと先ほどと同じ、ブルーグレーの優しい感じに、寝室なんでねなっています。はい、で少し長めの15センチぐらい長めに作りました。はい、ここは神戸の有名なフロインドリーブというパン屋さんの、こちらは2階のサロンのお部屋です。すごい古い建物なんですね。100年ぐらい前の建物なんですけれども、結構ねロマンチックな感じの、カーテンだったので、お店のショップのカーテンとこのサロンのカーテン一式変えさせていただきました。こちらもねポリーヌの、黒、これでこうちょっとやっぱり、漆喰の壁なんでね、しっかりとこうかっこよさ入れていただきたいなと思って黒のタッセルで締めました。で、レースはダークグレーのレースカーテンです。でこれで、すごくシンプルな空間なんですけどね、すごくこうフレンチな雰囲気が入ったかなっていうふうに思います。はい、こちらは神戸の山手にあるマンションなんですけど、大きなお家に住まれててね、別宅として買われたんですね。だけど普段ね使わずに開けておいても、傷むかなっていうことで、こう調度品をすべてブランドジュリエで揃えていただいて、でこのアスティエのシャンデリアもかけていただいて、でカーテンまで作らせていただきました。でこのカーテンはベアトリス・ラベルさんの、そうですね、ちょっとこうコットンに起毛したような感じのすごい微妙な生地なんですけれども、こちらももう大きな窓とちっちゃな窓が混在しているので、ものすごくこう工夫して無駄が出ないように作りました。このちっちゃい窓は1枚を横半分に切って、も残った方でもう1枚の窓を作るというふうにしっかりとこう残布の出ないようにお作りしました。めちゃくちゃ素敵になりました、本当に。でここもねやっぱりグレーのレースカーテンしてるんですけども、このやっぱりねグレー色の入ったレースカーテンをするとお部屋の中の落ち着きがもう全然違うんですね。でご心配されるようによく言われるんですけど、お部屋の中決して暗くならないですから。こちらは
紅茶ソムリエをされてる方の、お教室兼住居っていう感じなんですが、もともとすごくアンティークの家具で揃えられていたので、正面のテレビボードはブランドジュリアオリジナルの家具を買っていただきました。で、ここの、お部屋のポイントは、このカーテンの、このマスタード色なんですよ。これを、思い切ってできるセンスってすごいなと思います。こちらもグレーのレースカーテンをご提案したので、床には少し白の入る、手織りのタピを提案しました。もうここのお部屋の締めは本当にこのカーテンのこのマスタード色です。これが入ることによってすんごいやっぱり洗練されたパリスタイルに、近づいたかなと思います。はい、こちらのお宅は大邸宅なんですけど、この20メーター窓があったんですよ。で、すごく海のお好きな方でね、この窓から見える海の眺望を生かして邪魔しないカーテンをというお題をいただいて作らせていただきました。ポルトガルから刺繍の綺麗な生地取り寄せました。はい、今までね、はい、お家見ていただいたんですけど、本当に2LDK ぐらいのちっちゃなお家からすごい邸宅までね、見ていただいたんですけど、もうやっぱりねインディビジュアルに、カーテンを相談するってやっぱり敷居高いと思うんですよ。もうね、価格も分かんないし、でもね、だいたいこれぐらいの予算感かなっていうのがちょっと頭にあったら、ぜひねお気軽にお問い合わせください。それがもうやっぱりもう今回はっていうふうにおっしゃっても、全然それは大丈夫なんで、でそのご予算に合わせためちゃめちゃ可愛らしいの提案しますので、で次回、7月はね、カーテンの回なんですよ。インテリアレッスンですね。でそれもね、すごくね、参考になると思うので、もしあれだったら1回でも受けていただいたらいいんじゃないかなと思います。そうですね。ウェブからその情報もインテリアレッスンのね、概要欄にインテリアレッスンの、URL も載せてますので、ご自身でねやっぱりこれがしたかったんだっていうのがね見つけていただいたら嬉しいなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。